ちょっとスカピョン、私のレビューまだってことでドスンと今回ご紹介させていただくものはこちらですね。ハズブロスター・ウォーズ・ブラックシリーズのアソーカ・タノとマグナガードになります。パッケージ正面横イラストですね。イラストになるとアソーカ大人っぽいですね。後ろこの他にブラックシリーズ同時発売で何体かあったんですけども、特にこの2体がねすごい気になったので開封していきたいなと思っております。そうかね、今界隈では話題ですよね、何かと。さあ開けていきましょう。まずそうかいこうか。なんか出てこんぞ。どうなってんだ出てきて、なんかこじんまりしてますね。そうか、まあねパダワン時代のそうかなので、こっちはなんかなかなか梱包が丁寧でございますね。よし、ではどんな感じでしょうか。そうか、来なさい、現れなさい。ほう。ではマグナガード来なさい、現れなさい。マグナガードはどうでしょうか。ほう。では外れた。詳しく見ていきたいと思います。はい、ではまずアソーカの方を見ていきたいと思うんですけれども、初登場は2008年だったかなの CG アニメクローンウォーズっていう作品で初登場して、その作品で実質主人公でしたよね。その作中アナキン・スカイウォーカー、後のデースベーダーってダース・ベイダーになる人物、そのパダワン弟子ですよね。弟子になるんですけども、その時って確かこのアソーカ14歳ぐらいだったと思うんですけども、非常に生意気で活発で表情がすごい豊かなんですよね。でこのフィギュアについてくる表情っていうのがこの真顔一つなのでちょっと寂しいですよね。もう2パターンぐらいの表情パーツつけて欲しかったかなと思いますけども、このデジタルプリントの技術力ね、このハズブロの近年のえげつないので、その例に漏れずこれも素晴らしいので、満足しています。フィギュア本体としましては非常に小さいですね。これも作中通り。コスチュームデザインは初期ではなくその次のバージョンかな。背中がざっくり開いてセクシー。可動範囲いきましょう。まずは頭部はこの白いのは髪の毛ではなく被り物ですね。それが干渉して非常に狭いですね。上はここで下へはこうで、ぐるりと一周はできなくて、傾きはこれぐらいは取れるかなと。肩および腕の可動はまずバタフライ機構がありまして、水平はここまでいけてぐるりと一周。バイセプス二の腕はなくて肘はここまでかな。で肘自体でぐるりと回り、手首はこのような可動でぐるりと回ると。胴体の接続箇所は腰のみで、反らすのはここまでいけて、前はここまでかな。でボールなのでぐるりと一周できて、傾きもこれくらいは取れると。下半身の方はまず衣装のこの部分が軟質なんですけども、干渉しまして、前はここまでかな。で後ろはここまでかな。で接続はこのような感じで、股割りはここまでいけて、ももロールはないんですけども、付け根でこれぐらい回って、膝がここまでいけて、膝自体でぐるりと回れて、足首は後ろへはというか、足首の可動はちょっと狭いかな。傾きはこんな感じと。付属パーツは2振りのライトセーバーで、そのうちの1振りはちゃんとショート型ですね。でこの刃に当たる部分はこのように取り外すことができて、
フィギュア本体の腰に装着できる。では次にマグナガードいきましょう。パッと見ね、造形塗装ともに妙にのっぺりしていて、全体的になんか安っぽいですね。ドロイドは複雑なデザインなので完全再現は難しいとは思うんですけどもね。でもこうやってまじまじ見てみるとなんか不思議と安っぽさが失せてきましたね。気のせいかしら。このケープを見るとウェザリングとか施されていないのでやっぱり安っぽいかな、若干ですけども。そんなケープは頭部を外すことによって脱着可能。可動範囲いきましょう。まずは頭部、上はここまでで、下こうでぐるりと一周できて、ボールですね、傾きもこれぐらい取れるかな。肩および腕の可動なんですけども、この肩アこれが非常にポロリしやすい。それを考慮してバタフライ機構が若干あって、水平はここまでかな、ここまでかなでぐるりと一周できて、二の腕バイセップスの可動はなくて、肘がここまでで手首がこのような可動でぐるりとできると。胴体の可動は後ろへはここで、前へはここで、これぐらいかな、これぐらいいけて、でぐるりと一周回って、傾きはこれぐらい取れますね。下半身の可動はこのようにぐるりと一周ができて、股割りはここまでで、こんな感じでボールなんで傾き取れて、膝はここまでで、足首前、後ろへはここで、前へはここまでかな。でこんな感じでボールなんで傾き取れると。付属パーツは2本のエレクトロスタッフ。先端部分のデザインが違います。そのエレクトロスタッフにつけるエフェクトパーツ、装着させるとこんな感じ。サイズ比較。フィギュアーツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。